今日は助詞のにの使い方についてお話をします。デパートに行く、国に帰る、レストランに来た、行く、帰る、来るはどれも移動の動詞ですね。移動動詞の場合にはにを使います。次の場合はどうでしょうか。小学校に入学する。入学するは移動動詞とは思えないと思いますが、小学校に行って入るという意味では移動として考えられますね。ちょっと考えてみてください。行く、帰る、来る、入学する。これはその場所に着くことを表しています。には対象物があって、その対象物につくことを表す動詞に使います。では、これからにを使う動詞をいくつか紹介します。箱に入る。猫が箱に入る。猫が箱について中に入りますよね。だからにを使います。冷蔵庫に入れる。食べ物を冷蔵庫に入れる。冷蔵庫の遠くにあったものを冷蔵庫のところに持ってきて中に置きます。だからにを使います。家に入る、トイレに入る、コンビニに入る、海に入る、カバンに入れる、コップに入れる、本棚に入れる、机の中に入れる。このように、入る、入れるはにを使います。その他のにを使う動詞です。すべてその対象物につくという意味があります。考えながら見てみてください。電車に乗る、自転車に乗る、馬に乗る、道路に書く、髪の毛に触る、駅に着く、うちに荷物が届く、友達にメールを送る、棚の上に置く、小学校に入学する、会社に就職する、ジムに入会する。今紹介した動詞はすべてその対象物につくという意味がある動詞なので、にを使います。今までの動詞は人や物が移動している動詞です。には対象物があって、その対象物につくことを表す動詞に使います。今まで紹介したものは人や物が移動します。しかし、次のような場合もにを使います。昨日のことを友達に言う。好きな女性に気持ちを伝える。これは人や物が移動しているわけではありません。人や物以外の何かが移動しています。何が移動していると思いますか？昨日のことを友達に言う。言葉が移動しています。
好きな女性に気持ちを伝える。気持ちが相手に移動しています。相手に気持ちを伝えるための言葉も移動しています。には、人や物以外にも言葉や気持ち、態度などが移動して相手につくときに使います。他にもこんな動詞があります。店員におすすめを聞く。面接官に悪い態度をとる。星にお願いをする。子供に勉強を教える。その他にも、物をあげる、もらうの時にもにを使います。お父さんに絵をあげる。お母さんにお金をもらう。図書館に本を借りる。友達にお金を貸す。A 子が結婚したことをただしに聞いた。この場合、言葉はただしから私に移動していますね。ただ、この場合はただしに情報をもらうという意味になります。だからにを使います。まとめます。助詞のには移動動詞につく。移動するものは人、物、言葉、態度、気持ちなど移動動詞につきますが、その移動動詞というものは着地点につくものです。その人、その場所につく移動動詞につきます。あげる、もらう、貸す、借りる。このような動詞にもつきます。にの使い方は他にもあります。今回は移動、もらう、あげるの使い方をお伝えしました。他の使い方は今後投稿していきます。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよければ高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。